鳥犬チャンネルです。本日は超時空シリーズから3作目になります超時空機団サザンクロスをお届けします。ジャンヌ・ショイですね。主人公になります。はい、今回お見せしているキットの方なんですけど、これ人生2つ目で購入したジャンヌさんになります。放送当時中学3年生の時に1つ買っております。2つ目です。当時テレビランドの別冊系の季節本でホビーボーイっていうのがあったんですけど、そこで取り上げられた作品がねすごくかっちょよくできてたんで、その時買う気になって買いました。マクロスオーガスでは今井さんと有井さんだったんですけど、この番組からは LS さんが入ってきてて、この主人公のジャンヌさんは LS で販売されたものになります。 LS っていうとね、銃モデルガンとかですね、ああいったイメージ私強いんですけど、そういった会社がアニメ系に手を出したっていうものになりますね。当時発売されたのはね、ジャンヌさんの顔だけがついてたんですけど、再販されたものはね頭部丸々ついてたみたいです。パッケージの絵もねとても綺麗です。そしてねこうラインとか入っててね、デカールが生きるようなそういうデザインで描かれてます。で横パッケージにはね設定画が描かれてます。設定画もねこう甲冑のイメージのあるそんなデザインですね。バトルスーツっていうんですかね、そういったイメージになっております。超時空シリーズの中でもね一番なんか感じが違う新しい試みやったかなっていう感じはするんですけど、残念ながら放送はね打ち切りだった模様なんですけれどね。そしてスケールは12分の1になっております。元来発売される予定だった商品が横に書かれているので見ていきましょう。各文体のね設定が結構細かくされてたみたいなんですけど、番組にはね一個一個は出なかった感じで、冒頭にバットは出てるんですけど、森林文体とかいうのがあったり、あと次はですね偵察文体、なんか忍者みたいな感じですね。そういったものもありました。それから宇宙隊ヘンリー・ショイっていうのもあった模様です。商品化はされてないんですけどね。で番組の中でも冒頭ちょこっとオープニングで出たような出てないような、なんかそんなイメージですけどね。それから防衛航空隊っていうのもあった模様です。それから憲兵隊ですね。これは商品化されたんですよ。これね当時は知らなかったんですけどね、集め始めた時にあれこんなんあったんやって、女性版のね憲兵隊あるんですけどね。はい、そしてこの商品になりますジャンヌ・ショイです。背景もねなんか輝いてる宇宙の感じがいいですね。結構ねパッケージにはね惹かれてしまうんですけれどね。そして当時発売のにはねこういったリーフっていうのかな、昔の模型情報ぐらい、タミヤニュースぐらいの大きさの冊子が入っておりました。で実は裏側はガルビオンになっております。今井有 LS の3社で企画されてた模様なんですけどね、どちらも。でどちらも残念ながら打ち切り番組なんですけど、このようなものありました。中身まで晒すとねちょっと著作権に思い切りかかってくるので、ちょっとここで、止めさせていただきますけど、またね展示会とかでサザンクロス飾るときには置いておいて、来てくれた方には見ていただこうかなとも思っております。だいぶ前に制作したものになりますので、改造中の写真はこれぐらいしかないんですけれど、左側が改造前、右側が改造中のものになります。そして改造のポイントなんですけれど、胸の部分がねちょっとボリュームがないんでヒートペンで描いてあげてます。であと顔のマスクの形がねちょっと設定と違うかな思ったんで、これもヒートペンでちょっといじってあげております。あと関節にはね後はめができるようにリボ球や帯球を入れてあげました。はい、それでは一旦完成しちゃったものをねまたバラして組み立てていきたいと思います。改造ポイントもお伝えしていきます。まず顔ですね。顔はヒートペンでマスクのところを特に成形しております。ここのねマスクの目のところですね、目のラインがねちょっと違うな思ったんで形状を変えております。
深く彫り込んであげた感じですかね。であとほっぺたのところですね、ここの出っ張りのところがね、もうちょっと飛び出た方がいいな思って飛び出させております。ここね、穴開けるべきかどうかね、すごく悩ましいところだったんですけど、穴開けはやめときました。そして胸のパーツですね、胸がねちょっと女性らしい雰囲気っていうのがなかったんで、このように形状を変えております。ヒートペンでやっております。そしてここの肩のパーツですね、肩はね、腕のパーツと挟み込みだったんですけど、こちらにプラランナーをヒートペンで持ってあげて、自由自在という針金でつけました。で背中のランドセルはですね、このように可動するようになっております。あとはめが一応できて開閉できます。何か物を入れることができます。こうなっております。そしてここ腹部ですね、腹部も別パーツにしました。もともとはね一体パーツだったんですけど、そしてボールジョイントを入れております。それから股関節ですね、下半身ですね、ここは内側をねこのような留め方にしております。イエサブのパーツですねにウェーブのジョイントを入れてあげてる感じです。でここの膝なんですけれど、膝はねパイプ入れてあげてます。コーナンで買ってきたね、パイプを使ってます。そしてそのパイプにここのリボキを入れてあげます。ダブルジョイントタイプですね。でこちら膝下の中にも同じようにコーナーで買ってきたパイプを入れています。 ABS のパーツになります。で足ですね、足にはね実は鉛を入れてて、こけないようにねなるべく重くして、ウェーブのポリキャップのジョイントでつなぐようにしております。こうやってね刺していきます。こうやっておくとね可動範囲も前よりも広がってますし、あとはめでね塗装もできるので、とても塗装が楽になっております。そしてね LS さんのねキットのいいとこはですね、デカール良かったですね。デカールね、ちぎれたら困るんでね、またマイクロリキッドデカール使って再生しながらやったんですけど、これね雰囲気とってもいいですね。もうパッケージのラインとかマークとかそのまんまいってますので、はい、両足にこのように留めてあげます。最近だとねバンダイさんとか寿さんのね、ビプラっていうんですかね、ああいったキットも出てるんで、バンダイさんの方が安いんで、そういったのを軸にしながら再度こういったのをね構成するのもいいかもしれませんね。ちょっとねこのアニメもね時代に対して早すぎたアニメかなとは思いつつ、はい、そして銃ですね。銃はね、階級によってね持ってる銃が違うんですけど、ジャンの少尉はこういう長めのライフルを持ってます。はい、銃口の先端はピンバイスで穴を開けました。このね銃のベルトがついてるのがいいですね。もともとキットについてたんですけどね。はい、そして腕なんですけど、このようにポリキャップではめるようになってます。キットそのものもねポリキャップはついてたんですけどね、そして腕をはめてあげます。腕のとこの肘の関節はおびきを使いました。寿屋さんのね、何回だったかな、ドールを扱っているところに入っております。帯付きがこれがね、当時リボ球切らして手に入らなかったんで、帯球でこの頃やっております。はい、そして首もこのように多重関節にしております。はい、こうやって頭部を取り付けます。本当はねキットそのものはね顔ついてたんですけどね、ちょっとオミットしちゃいました。はい、で縦になります。縦のここはねプラ割れたんで、確かね真鍮線に変えております。はい、でこのように刺してあげます。塗装はメタリックな感じで仕上げてあげました。